100% で眠らしているという状態にはなります。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、スコーチドアース紙トラップ3選 ASA カスタムバージョンをお送りいたします。とうとうスコーチドアース実装されました。今回はスコーチドアースから実装されました生物、カマキリ、ロックエレメンタル、ワイバーンの紙トラップを ASA バージョンにカスタムしてお送りいたします。ワイバーントラップのリクエストも多くいただいておりましたので、とりあえずは ASE 時代の紙トラップをカスタマイズした状態でご紹介させていただきます。初めてスコーチドアースされる方もいらっしゃるかと思いますので、各生物の特徴とゲーム方法、そしてトラップご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。よければ、スコーチドアースの各検証を行ったライブ放送を行わせていただきましたので、気になる方はそちらもご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。まず、万能生物、カマキリくんからご紹介していきます。少し見た目苦手な人もいるかもしれないんですが、かなり優秀な生物となっておりますので、テイムすることになってくるかと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。まず、その能力なんですが、攻撃としては通常に鎌の攻撃。一応これで繊維がいっぱい取れたりします。あと、ジャンプはできないんですが、ジャンプ攻撃はできます。機動性も割と速いところになってくるんですが、特徴としてこのように手で持つ系のサバイバーのアイテムあるんですが、こちらにある7種類近接攻撃のアイテムを手に持つことができます。例えば、ボブズトールテールで実装されましたシャベルも持てます。ただし、シャベルで砂掘ったりとかはできないっていうところになりますね。後々修正されるかもしれません。その他、剣であったり、棍棒、槍、もちろん攻撃で利用もできますし、棍棒でテイムすることもできます。極力品質の高いものを手に入れると結構良かったりします。さらに、ピッケル、斧、あまり鎌は必要ないかもしれないんですが、ピッケルであれば鉄を掘ったり、斧で木を倒したり、もちろんピッケルで藁を手に入れたりなどもできますので、採取にも戦闘にもどちらでも使える生物になってます。あとは重量高い個体を厳選して、ブリーディングもできるようになっておりますので、ブリーディングして採取生物育てるもよし、戦闘用として育てるもよしという生物になっております。テイムが少し特殊でして、手渡しテイムにはなるんですが、デスワームの角というのが必要となります。このように砂漠地帯にデスワームという大きい虫が湧きます。通常このように潜って襲ってくる生物になっておりまして、基本的にレベルは1です。ただしかなり強い生物となっております。なかなか倒すの大変な生物になっておりますので、体力高いですし、火力も結構あります。ある程度育った生物がいないと大変なことになるんですが、ファイヤーワイバーンとかいると結構楽に倒せたりします。倒しますと、こちらにデスワームの角というのが手に入ります。1体につき1個。あと、雪ポリマーとかも手に入ったりします。通常はこのようにギリースーツを着て、防虫剤を飲んでから気づかれないように、敵対されないようにカマキリに近づいて手渡しテイムするということになります。ただし、今回のトラップを使えば、ギリースーツや防虫剤なくてもテイムすることができますので、ぜひご活用いただければと思います。ただし、暑いんで、ギリースーツは着ててもいいと思います。ちなみにギリースーツ、新たに砂漠用のギリースーツのスキンが実装されておりますので、藁1個でそれぞれ作れますんで、ぜひ着てみていただいてはいかがでしょうか。ではですね、カマキリ、トラップのご紹介をしていきます。
出現場所はおおむね砂漠地帯に出現しておりまして、だいたい3体セットで湧いていることが多いです。他の2体を処分して1体を誘導するという形がベストなんですが、一つだけ問題がありまして、テイムする個体一撃でもダメージ入れると一生ヘイトが切れません。なので絶対に攻撃をしないようにしましょう。攻撃してしまうともうテイムすることはできません。ここだけ強くご注意ください。必要素材はこちら。では作っていきますね。まず土台。こちらを1個拾っていただいて、このように設置します。続いて壁。これをこことこう2個ですね。で、こうして、こうの土台2個抜いてるだけの 2×2 の四角い箱を作ります。基本トラップ回収するので壁でいいです。出入りできるように扉にしていただいてもいいですし、ここから基本的に抜けることができます。サバイバーで誘導することもできます。あとは誘導する側にスロープ1個でいいです。段差が高くつく場合はもう1個伸ばした方がいいかと思うんですが、これくらいなら多分大丈夫だと思います。ちなみに段差がつきそうであれば、この最初の土台を低く設置していただいてもいいです。壁の高さは1個でいいんですが、1マスだと ASA の場合入らないので、縦も横も1マス半は必要です。ただ半のスペースを作るんであれば、2マスで作った方が資材的に安く済みます。面倒も少ないですしね。実際これでやっていきますね。今回はアルゲンに乗ってやっていきます。周りは綺麗に掃除しておいた方がいいです。そっちにヘイトを取られてしまいますので、カマキリ、テイムするぐらいになれば、デスワームの角手に入れるぐらいであれば、すでにアルゲンいると思うので、アルゲンでやっていきます。もちろんリマントリアとかでも OK です。ワイバーンはちょっと早すぎて、誘導が難しい場合があるので、ご注意ください。できなくはないです。ではですね、カマキリ1体だけ連れてきたら、このまま飛んでいっていただいて、基本的に結構追従してくるので、このまま入れます。これで壁まで来たら、あとはですね、離れます。ある程度離れていただいてですね、ここからは戻ります。ヘイトを切ればいいので、近くに生物いるとヘイトを切れない可能性もあるんでご注意ください。これで、あとはサバイバーで近づいていきます。これ音楽鳴ってないですね。このように一番右側のスロットにデスワームの角を入れていただいて近づきます。目の前にいるんですが、今ギリースーツ着てません。でも敵対はされません。下空いてても大丈夫です。このようにですね、角を渡してくださいって出るので、渡していただければいいです。ちょっと1マストラップみたいに完全に固定してないので、場所移動する場合はあるんですが、抜けることはないんで、あとは次の機会を待つということですね。2つ目ですね。最後ですね。ゲーム完了でございます。ゲーム終わりましたら、ポットに入れていただいてもいいですし、まだない場合、サドル用意していただいて、壁1枚抜けば出ることできますので、使い回しも可能です。回収できるんでね。以上です。続いて、ワイバーンくん。ワイバーンくんは普通の昏睡テイムとか手渡しテイムではなくて、卵を盗んで、それをブリーディングしてテイムするということになります。生体のワイバーンはテイムすることができません。ただし、ワイバーンの餌が特殊でして、ワイバーンのミルクというのが必要となります。そのためにトラップが必要となります。まず、ワイバーンの卵に関しては、マップ的に行くと、この東側一帯ということになります。このように結構長い距離、谷になっております。この六角柱が立っているので、わかりやすいかと思うんですが、溶岩には落ちないようにしましょう。そしてこのようにワイバーンが飛んでいます。この中にはこのように少し凹んだところがあります。ここにワイバーンの巣が湧いて、
その中に卵があるという状態になるんですが、このようにですね。ワイバーン君は3種類いまして、ファイヤーワイバーン、ポイズンワイバーン、ライトニングワイバーンとなります。それぞれ色が緑であればポイズンワイバーン、青であればライトニングワイバーン、赤であればファイヤーワイバーンとなります。これはポイズンワイバーン、レベル185、高い。ワイバーンの卵を取ると一斉にワイバーンが襲ってきます。ポイズンだけじゃなくて他の子も全員います。最初の段階、ワイバーン結構飛行スピードが速いので、スコーチバースに湧く飛行生物だと振り切れません。アルゲンタビスやリマントリアだと最初のテイムは結構大変だったりします。手段はいくつかあるんですけども、今回そこまでやるとちょっと長くなってしまうので、今回は省略します。これ注意しないといけないのが、読み込むとそこから腐り出します。なので、必ず見たら卵は回収しましょう。読み込んだまま放置していると、取った段階で腐ります。それまで次の卵は湧きません。どこか一定範囲で卵を捨ててしまうと、ずっと卵を残り続けてしまいますので、新しいのが湧きません。なので、レベル低い卵を取った時は食べましょう。もしくは持って帰ってキブルとかにしましょう。でないと次の卵が湧かないので、近場の人みんな困るんですけど、自分も困ります。必ず見た卵は回収して、いらない卵は食べるっていうことを徹底しましょう。キブルにしてしまうのもいいんですけどね。取りに行く時の注意点として、極力ガスマスクは持っていきましょう。ポイズンワイバーンがいるので、サバイバーにダメージが入ります。なので、結構サバイバーがやられる可能性が高いです。ちなみにガスマスク持ってたら、ポイズンワイバーンは、ワイバーンで行くときはそんなに怖くないですね。ファイヤーワイバーンの炎は射程範囲が短いので、割と怖くないです。ライトニングが一番痛いです。ただ、ライトニングワイバーンに乗っていると、ライトニングワイバーンのライトニングを食らわないので、卵取りに行くときは、ライトニングワイバーンがベストです。ワイバーンでワイバーンを処分するときなんですけども、例えば、この子の兵器を買って、これがレベル低くて倒したいという時ですね。もしくは、オスいらないので、オス倒したいよっていう時なんですが、このように巣に入って、カミカミします。当たります。倒せます。基本的には、この巣に入って着地して、カミカミしていれば倒せます。ここから、取ってきた卵を孵化して育てるのに、ワイバーンミルクが必要となります。ワイバーンの赤ちゃんはワイバーンミルクしか飲まないので、食料値の回復1個でだいたい4時間弱持ちます。ただし、生物の食料値によるので、レベル低いワイバーンの卵ほど食料値が低いので、育てるのが大変です。ワイバーンのミルクを取りに行く頻度が高くなってしまいます。160以上でないと結構育てるのは大変です。ワイバーンミルク手に入れる手段が2つありまして、1つは通常のワイバーン3種のメスを眠らせて倒す。もしくはインベントリーを開いてワイバーンミルクを5つゲットすることができます。眠らせてから眠ってる間に倒せば取得することは可能です。もしくは寝ている間にインベントリーを開いて倒すということになります。もう一つがアルファワイバーンというのがいまして、アルファワイバーンを撃破すると大量のワイバーンミルクが手に入ります。これは眠らせなくても手に入ります。ただし強いので、どちらにせよトラップを使って眠らせる、もしくは撃破する必要が出てきます。今回ワイバーントラップは金属で作りますが、通常のワイバーン、メスを捉えるだけであれば石の建材で大丈夫です。ただし、アルファワイバーンも絡まれる可能性があるので、金属で作っておくと安心です。ではですね、ワイバーントラップ作っていきます。必要素材はこちら。では、作っていきますね。傾斜あっても問題はないんですが、ある程度平らなところであれば大丈夫です。柱の高さなんですが、1段目は普通の高さで大丈夫です。柱の間隔なんですけども、横向きで柱を3つ置きます。そして縦に置きます。
この間隔取れば、この3つはもう不要なので、回収していただければいいです。そして、上に2つ。こっちも2つ。合計高さ3段ですね。せっかくには2個半ぐらいですかね。続いて、天井を真ん中に貼ります。一応下からでも貼れます。この状態ですね。Y バーンを誘い込むのが、こっちからこう誘い込むので、奥側に両扉枠でいいです。壁でもいいんですが、それぞれ立てます。三角天井を貼ります。こちらからですね。こちら側にも貼ります。あとは上に登りたいので、ここにはしごをつけます。3つあれば上まで登れます。こちらに三角の屋根を貼ります。端っこですね。1つ表に置いて、ただ、これ拾うと全部回収してしまいますので、ここは全部つけていく必要があります。それでも捉えることはできますので、こうですね。一回外に出て、そこから3つあることになります。間抜かないので、ここで1、2、3、4、5、6、7とあることになりますね。反対側も一緒です。1個貼って、外側に貼って、内側に貼っていくと。次に、ここに両扉枠を3つ貼ります。そして、一番上に天井を貼ります。天井の先に、このように三角天井を貼ります。これで完成です。Y バーン使わないんであれば、もうちょっと低くてもできます。Y バーンも含めて誘導する場合は、この高さが必要です。下を Y バーンで抜けれるようにですね。Y バーントラップとしては以上となります。では実際にやっていくんですが、狙うのは極力レベルが低いメスの Y バーンです。レベル高いと気絶値が高いので、眠らせるのが大変です。ただし、ボウガンの矢でも眠らせることはできます。今回は Y バーンでするんですが、Y バーンで行くときはいいんですけども、最初の育成、Y バーン手に入る前までの生物の場合に関しては、スナイパーライフルとかで遠距離から撃ってヘイトを取る必要があります。極力他の生物に絡まれたくないのと近寄りたくないっていうことですね。遠くから見ていただいて、メス。ライトニングはちょっと避けたいとこなんですが、レベル20なんで今回はライトニングでいきますね。一番いいのはガスマスクあるんであればポイズンワイバーン。ないんであればファイヤーワイバーンのメスを狙うのがベストです。ライトニングワイバーンはライトニングブレスが結構遠距離まで届くので、あと命中精度が高いので結構大変です。このまま上に抜けます。するとはまります。これで基本的には抜けることができません。普通に飛んでる分にはいいんですが、下に生物が行くと下向きに飛ぶので抜けます。ここだけご注意ください。あとはこれで眠らせますね。距離だけ気をつけていただいて、遠距離から狙いましょう。ファイヤーワイバーンは横に広いんですが、そんなに当たらないんでいいんですけど、ワイバーン使ってる場合はこのままカミカミして倒してもいいです。ワイバーン使ってないときは、はしご登っていただいて、インベントリー開くと5個入っています。ここに関しては、剣を装備して倒すということですが、今ちょっと手間取ったんでダメでしたね。あとは、ハマってるので、遠距離攻撃で倒すなどで処分しましょう。一応1時間経つとまたミルク出すんですけど、他の人がするとき、せっかくこのようにトラップに捉えたのに、ワイバーミルク取られて中身からっていうことがあるので、マナー的にミルク取ったメスは倒しましょう。ミルクに関してもこのように腐敗時間があります。特にスコーチワースは腐敗する時間が早いです。もう一つ準備する必要がありまして、すり鉢とすりこぎ、もしくは化学作業台で作るんですが、このように食料保存塩っていうのがあります。硫黄と塩で作れるんですが、これを持っていただくと保存期間が倍になります。一番いいのは生物に塩を持たせてミルク持たせます。これで3時間ぐらいは持つので持って帰るということになります。
人の手だとなかなか厳しかったりしますので、ご注意ください。ちなみに、塩も腐敗時間がありますので、1個につき20分ぐらい、1スタック6個になってますので、ご注意ください。それに関して拠点で作って置いておくためには、家具の中に壺というエングラムがありますので、これも作っておいていただくと、ほぼなくなりません。長時間塩を保管することが可能です。あとはこれで何回か育てるまでに取りに来るということになります。だいたいすり込みが8時間なので、160の場合ちょっとギリギリだったりするんですが、4時間に1回ミルク与えていれば、1回ミルク与えて、次すり込みの時に与える。すり込み前にミルクを取りに行っておけば、すり込みの際にミルク求められる場合があるので、その際に使うことができます。すり込みでミルクを与えても食用値は増えますので、ぜひご活用いただければと思います。では最後にロックエレメンタルについて。ロックエレメンタルは割とこういう岩場に住んでいます。性能としては防御力も高いんですが、このように石を集めるのが得意です。ドエディみたいに石の重量軽減は持っていないので、結構重量は大変です。ただし大量に石をゲットできるというものになるんですね。あと倒すときなんですが、直接攻撃のダメージカットを持っています。恐竜とかで倒すの結構大変だったりします。ではですね、トラップ作っていくんですが、必要素材はこちら。ちょっと平らなところを探す必要があります。割と岩場なので、こういうところちょっと整理していただいて、開けたところあんまないと思うので、周りの石壊して、こういうところをちょっとスペース作っていただければと思います。ここで土台をまず設置するんですが、高さはそのままでいいです。横に3つあります。次に誘導する側に天井を2枚貼ります。反対側にも貼ります。真ん中は開けといて大丈夫です。そして壁でも両扉枠でいいですし、壁でもいいです。これを一応2個貼ります。この土台の奥側の真ん中に2枚ありまして、次に下でもいいんですけど、クォーター壁を1枚この上に貼ります。そしてここは普通の壁を貼ります。トラップとしては以上となります。クォーター壁は別に下でもいいので、クォーター壁、両扉枠、壁でも問題はないです。高さが 2.5 の上に壁を置ければいいです。そしてテイムなんですが、昏睡テイムなんですが、特殊です。大砲で頭を撃ち抜いて昏睡させるというものになります。こちらの大砲と大砲の弾となります。一応、ロケットランチャーでもいけるんですが、どちらにせよトラップを使う理由が頭に当てるのもそうなんですが、爆風でダメージが入ってテイム効果が落ちます。ただし、このトラップを使っていただくと、ダメージ効果当てずに昏睡だけを与えてテイムすることができます。ここからは大砲を置くだけなので、別に藁とかでいいんですけども、間隔取り1、2、3、4、5マス離れます。間回収していただいても別にいいので、鉄だったら後で回収してもいいんですけどね。そこで大砲を設置します。スナップした状態で大丈夫です。ただし、これ土台の設置ですね。向きがあるので、このように置いた場合は大砲が置けます。ただし、こっち向きに土台を置いた場合は、大砲のスナップがこう向きます。最初のこの土台を置くときは、誘導する側を向いて、入り口側を向いて土台を設置すれば、スナップで大砲が置けます。ただし、間違っても別にスナップを解除して、Q ボタン長押しでスナップを解除して設置していただければ置けますので、合わせないといけないというだけなんで、そこは気にしなくても大丈夫です。だいたいまっすぐ向いていればいいので、目測で大丈夫です。位置的にはこの土台の真ん中ぐらいに置ければ大丈夫です。そして大砲、高さを調整するんですが、最大まで上げれるのが6回なんですけども、
最大まで上げると赤くなって上げれなくなりますので、一番上まで上げてから1個下げていただければちょうどいい高さになります。もちろん今この距離、初心者でもわかりやすいようにしてるだけなので、角度を調整してですね、もうちょっと離れて角度を落としても問題はないです。そこは地形に合わせていただければと思いますが、この辺が一番狙いやすいかと思います。近すぎても当たってしまうんでね。大砲の弾は一発ずつしか入らないようになってますので、一発ずつ入れて撃つ必要があります。この状態で準備完了となります。ではですね、実際に呼び出してみますね。最初はこのように岩になっているので、近寄ると遺体を解除します。岩投げてくるので、極力離れて気をつけながら誘導していただいて、この中入っていただいて、このまま誘導していきます。ここまで入ればあと大丈夫です。横からも抜けれなくなっているので、こっちにヘイトを向かして石投げてもあの壁が守ってくれます。こっち向かないと意味がないので、ヘイトを買ってこっちに向いている時に撃ちます。この行動をすると当たっている証拠になります。あとはひたすらに撃つだけですね。これで寝ましたね。横向いた時はちょっと近寄ってヘイトをこっちに持ってくれば大丈夫なので落ち着いてやりましょう。これで特級キブル入れますが、特級キブルが一番好物になっているんですけども、一応異様でもテイムはできます。結構テイムゲージ落ちるかと思うんですが、一応ですね、テイムゲージ100% は食べると減るのでないんですが、このように現状眠らした段階では 100% で眠らしているという状態にはなります。硫黄とかだと結構下がってしまうんでね、もったいないんですが、なかなか特級キブルですね。ユーティーとかの卵で作ることになるので大変ですね。もしくは頑張ってワイバーンの卵を持って帰ってですね、作るのも一つです。はい、テイムできました。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、スコーチドアース紙トラップ3選 ASA カスタムバージョンをお送りいたしました。またですね、さらに作りやすくできるようであれば、別途ご紹介させていただこうかと思います。新生物のテイムに関してはですね、トラップ使うタイプのテイムではないので、パスラスクス、オアシサウルス、ともに別途テイム方法はまとめさせていただこうかと思っているんですが、取り急ぎ先日のライブでご紹介しておりますので、ご確認いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。